こんにちは、高橋です。今回は入賞しやすい有名な海外フォトコンテストを紹介します。ちなみに私は2018年にナショナルジオグラフィックの写真コンテストで日本人で初めてグランプリを受賞した写真家でもあります。ここからは高橋の勝手な見解で進めさせていただきます。話す順番は、まず私たちが海外フォトコンテストを狙う目的、次に、入賞しやすい海外のフォトコンテストを紹介します。最後にまとめをします。海外フォトコンテストに挑戦する目的って何かなって考えると、一つ力試しっていうことと、あと国内外へのアピール、あと普通に賞金とか商品狙い、こんなところが考えられると思います。でも最大の目的ってやっぱ国内外へのアピールですよね。私も今までですね、ワイルドライフフォトグラファーオブザイヤーだの、ビッグピクチャーだの、シエナインターナショナルフォトアワードとか、すんごい難易度が高くて受賞者が少ないコンテストばかり話してきましたが、今回は比較的入賞しやすい海外の有名なフォトコンテストをご紹介します。私が国際フォトコンテストに応募しだしたのは2017年ぐらいからです。初めのうちは全然応募しても入賞できなくて、全然ダメだなって、もうモチベーションも下がるし、もうテンションだだ下がりだったんだけれども、一番最初に入賞したのが PX3 パリのフォトコンですねに入賞したんですね。もちろんフォーナブルメンションっていう、1位2位3位とかの下なんですけれども、すごくね嬉しかったんですよね。ちょっとテンション上がりました。それから2018年からは割と大きな賞も年に1個か2個取るようになって、その隙間を埋めるようにですね、割と受賞率の高い、受賞しやすいコンテストを埋めていくというか、例えば2018年だったらそうですね、ナショ上のグランプリがやっぱり一番大きいでしょうね。で、あとそうですね、スミソニアンのファイナリストになってるんですよ。この2個がやっぱ大きいところですね。2019年はそうですね、ネイチャーズ、NPPA っていうネイチャーズベストフォトグラフィーアジアっていうのがあったんですけど、それのオーシャンのウィナーと同じく、ハイリー・ホナード入ってるんですね。その大きな賞の合間にですね、 IPA とか、そうですね PX3 とか、あと MIFA モスクワのフォトコンですねとかですね、 TIFA とかを入れてってるんですね。入賞しやすいフォトコンテストとしてインターナショナルフォトアワード IPA を紹介します。正直言って私も IPA ってよく分かってなくて、ちょっとウィキで調べてみました。ルーシー財団の指名の一環としてホセイン・フォルマーニによって設立されました。で、プロ・アマ学生の写真家を対象として世界規模の賞の集まりでルーシー賞柄で毎年授与されます。国際写真家オブザイヤーの主要賞を競い合い、ルーシー像と1万ドルの賞金を受け取ります。1万ドルって約日本円で160万ぐらいですか。まあまあな金額ですよね。なぜこの IPA が受賞しやすいコンテストだと言えるのかを理論的に説明していきます。これ IPA のホームページなんですね。で、応募のカテゴリーのページです。広告、アナログフィルム、建築、だーっと見て、
まず11カテゴリーぐらいあるんですね。それはどのフォトコンも11ぐらいはあったりします。ただその中にさらにですね、広告ですねの中にさらに9つの、分類があるんです。アナログフィルムは4つ、建築が8つ、10前後のカテゴリーが中に入っています。なのでざっくりですね、11あったらその中に10っていうことで100ぐらいのカテゴリーがあるんですね。これ IPA のホームページで2024年の受賞者です。でウィナーのところなんですけども、プロとノンプロとはっきりとページが分かれてます。ってことはさっきの賞ありますよね。それがプロとノンプロのそれぞれに与えられるので受賞数が2倍になるんですね。ということはだいたい200カテゴリーぐらいになるということです。それじゃあどのくらいのウィナーが受賞者がいるかっていうと、これ2024年なんですけど、まずプロの方ですね、プロフェッショナルの方を見ていきます。これはオブザイヤーの方なんで、それぞれのカテゴリーでプロフェッショナルでそれぞれの200カテゴリーにですね、1位2位3位それぞれ受賞されます。そしてホーナブルメンション1位2位3位のその他ですねの人々はどのくらいいるのかなっていうと、それぞれにですね 1,2,3,4,5,6,7 名 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ざっと見てですね10人くらいいるんですよね、ホーナブルメンションが。そうすると1位2位3位の他にホーナブルメンションが10人ってことは各カテゴリーに13人くらいいるってことなんですよね。するとカテゴリー数が200で各カテゴリーの受賞者が13名とすると、受賞数はその掛け算なんで約2600ってなります。でその他にも細々とした賞もあるので、おそらく3000くらいの、受賞数はあるんじゃないかなと思います。それでは2024年の受賞率を計算してみましょう。 AI で調べたところ応募総数は14,000点だったので、総応募数14,000点、受賞者数が2600で、受賞率が 18.6% となります。受賞確率 18.6% が高いのかどうかっていうのは、前私がYouTube で出した海外フォトコンテスト3選っていうのに詳しく書いてるんですけれども、例えばイギリスの WPY は 0.2%、 アメリカのビッグピクチャーだと 0.6% っていうことで 18% 超えっていうのはかなり高い確率だと言えます。しかも3枚応募すれば確率は 55% まで上がります。単純な確率論ですけども、それでは応募の詳細を見てみましょう。これが応募料金です。プロフェッショナルとアマチュアは料金が違って、1枚あたりプロが$40、アマチュアが$30。シリーズってあって、組写真ですかね、2枚から9枚までなんですけども、プロが$45、アマチュアが$55。結構高いんですよね。これが応募のルールです。基本的にあんまりないんですよね、ルール。何年に撮影したものじゃなきゃダメだとか、他で応募したものはダメだとか、非公開とかそういうのはないんですよね。ただRGB 形式で4000ピクセル4メガビットをバイトを超えないようにしてくださいっていうのはあります。あとウォーターマーク、名前とか入れるなっていうのもあります。そんなもんなんですよね。なので加工とかですね、非加工っていうのもですね、もうやったらやりたい放題やっても基本的に失格になることはないわけです。同様に比較的賞に入りやすいコンテストはたくさんあります。 PX3 とかモスクワのフォトコンテスト MIFA とか、ブダペスト BIFA とか、東京インターナショナルフォトアワー TIFA などがあります。
まとめに入りたいと思います。今までの話を聞いて、中にはじゃあそんな簡単に賞に入るんだったら応募する意味ないじゃんって思う人きっといらっしゃると思います。でも実はそんなこと全然ないんですよね。これは PX3 の今年の受賞者で、プロフェッショナルのネイチャーのドローンなんですね。そこのホーナブルメンション、佳作なんだけど、そこにこの写真、ザトウクジラの捕食、バブルネットのドローンで撮影したやつ、ドローンで撮影した写真があるんだけれども、これはオーストラリアのスコットさんなんだけど、同じ写真がですね、ビッグピクチャーで、入賞してるんですね。なんかそれ以外にもね、何箇所かで入賞、いろんな写真コンテストで入賞してて、もうこの写真イコールスコットさんっていうイメージがもう私の頭の中にはもう固定されてるんですよ。これまた入賞した、これまた入賞したと。でスコットさんの知名度が上がるんですね。こういう効果もあるわけです。まだ海外のフォトコンをトライし始めたばかりの人、コツもなんか要領もちょっと分かんなくて戸惑うことあると思うんですけど、今私の説明した写真コンテストって割と縛りがないんですよね。なので気軽に、応募してみていただきたいと思います。また何度も入賞してる、本当になんていうの、ベテランの方も賞金がですね割といいんですよね。そうですね、フォトオブザイヤーっていうんですか、各カテゴリーずつ部門ごとに1名選ばれるみたいなんで、それを狙って応募するのもいいかと思います。長らく、話しました。ご視聴ありがとうございました。